どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。リュウさんは、釣りについてどう思う？特に何も思わない。会話を広げてーな。私が小学生の頃、バス釣りが流行ったんだよね。そうなん？グラウンダームサシっていうコロコロ、コミックの漫画があって、その漫画で、ちょっとしたブームが生まれたんだ。リュウさん世代はコロコロコミック発信で、ブームが生まれることが多かったな。バス釣りのゲームみたいなのも結構出てたよ。釣りも、何回かおじさんとかに連れてかれてやったこともあるけど、私は、太陽との相性が悪い。もやしっこやな。そんなわけで、今日のレビューはこちら、スローループだよ。このキービジュアルの感じ、キャラデザの雰囲気、キララですか？その通り、この作品の原作は漫画タイムキララフォワードで、連載中の漫画作品なんだ。なんか、キララ系って、久しぶりな気がしますね。日常アニメ自体が、一時期ブームで、その代表格たる、キララ系漫画原作アニメもいっぱいアニメ化されたけど、最近は、そのブームも終わって一段落した感じがあるね。美少女動物園とか、いろいろ言われてましたね。この作品、そんなキララ系ではあるんだけど、1話冒頭から、序盤はキララっぽさが薄いんだ。そうなん？キャラクターの設定がめちゃめちゃ重いんだよ。主人公である日和は、お父さんを3年前に亡くしてる。そんな父に教わったフライフィッシングを一人でやってるんだ。なんか、こう、海に身投げてもしそうな雰囲気やな。どこか、影のある主人公、薄暗さや神秘臭さみたいなのすら感じる部分もある。そんな彼女の前に、唐突に、小春という少女が現れるんだ。なんか明るそうな子やな。主人公の前に現れるやいなや服を脱ぎ、すく水姿で3月の海に入ろうとする。ぶっ飛んどる子やな。主人公に対して明るい小春。この作品は、ガールミーツガールな作品でもあるんだ。主人公は、釣りが趣味ではあるんだけど、フライフィッシング以外は知らないんだ。なんで？お父さんから、それ以外の方法を教わらなかったから、釣った魚もさばいてお刺身にするくらいしかできない。それ以外の方法を父から教わらなかった。重い。お父さんから教わったことを繰り返しとるんやな。子供な彼女にとって、父の存在は大きかったんだ。だからこそ、彼女には喪失感がある。そんな父から教わったことを小春に教えるんだ。魚の釣り方、魚のさばき方。なるほど。誰かに教えることが彼女にとっての変化になるんやな。料理や釣りだけじゃないんだ。新しい家族との絆も彼女は手に入れる。新しい家族。小春は母の再婚相手の子供なんだ。偶然の出会いが世界を広げてくれるんだ。再婚した母と新しい父とその娘である小春。そんな新しい家族の形。重いな。主人公は子供ではあるんだけど、大人の考えもきちんと持ってるんだ。だからこそ、新しい父に気を使わせないように、新しい家族に気を使わせないようにしてる。でも、そんな主人公の気持ちを、思いをまるで釣り上げるように、小春は、まっすぐに主人公にぶつかってくるんだ。ちょっとずうずうしくもある。強引でもある。でも、だからこそ、主人公は、新しい家族を受け入れ、少しずつ変わっていくんだ。なんか雰囲気やん。雰囲気はキララ系アニメシーンだけど、キャラが抱えてる設定がやたら重いんだよね。3年前に父が亡くなって母が再婚して新しい父と姉ができる主人公。そんな姉な小春は、小春で幼い頃に交通事故で母と弟を失ってる。序盤はこういうキャラの設定が明らかになっていくんだけど、思わず思っていっちゃうくらい設定が重い。主人公の幼馴染である友人の恋も3人の弟がいて、父は釣りバカで釣り具店を留守にすることも多くて店番ばかり。母は仕事で海外に行ってたりすることも多い。なんか大変そうやな。深くは掘り下げたらとんでもなく重くなりそうな設定が多いんだよね。再婚に関しても、特に主人公や小春が何か文句を言って険悪なムードになるみたいなことはないんだけど、主人公の母は主人公の父が亡くなって3年で再婚してる。なんやろ、価値観にもよるんやろうけど、3年で再婚って早ない？その前から、半年とか1年以上付き合った上でなんやろ？しかも、お互い子供がいる身で。下手したら、子供がくれてもおかしくないよね。一歩間違えばとんでもなくシリアスなストーリーになってもおかしくないんだ。これがキララ漫画原作じゃなくて、少女漫画原作ならドロドロのアニメになってもおかしくない設定がある。複雑な人間関係が描かれそうやな。でも、こういう重い設定をがっつりと掘り下げずに、あくまで匂わせたり、表面的に見せて視聴者に伝えてるだけに留めてるんだ。あえて掘り下げとらんと。この作品で描きたいことは家族愛なんだ。序盤は人見知りで新しくできた父とも気まずいわけじゃないけど、あくまで他人として主人公は接してる。まあ、普通はそうやろ。だけど、小春に出会い、世界が広がり、新しい家族の形に徐々に慣れて馴染んでいくことで彼女も変化していくんだ。本当に少しずつではある。でも、そんな少しずつの変化がセリフや態度を変化させて、それが見る側にじんわりと伝わる作品なんだ。やん。なんか地味やけど、しみじみできそうな作品やん。すごく丁寧に描かれてるんだ。決してテンポがいいわけじゃない。セクシーな要素だったり、爆笑できるギャグがあるわけでもないし、号泣できるようなストーリー展開があるわけでもない。
刺激的な作品ではないと。時に重い家庭環境や過去を匂わせながら、キャラクターたちが今と向き合うんだ。不器用な少女が、不器用な祖父と関わり合い、価値観や考えが少しずつ変わっていくことで、両親の再婚を素直に祝えるようにまでなる。おお、小春は、主人公以上に、寂しさと喪失感を抱えていたんだ。シングルファーザーな家庭で育った彼女だからこそ、彼女は、いい子でいよう、明るくいようとしてたんだ。小春ちゃんの、ちょっと強引な感じの明るさは、そういう過去があるからなんやな。でも、そんな小春と出会い、家族になり影響されたことで、小春自身も、主人公と家族になっていく。いい子でいよう、明るくいよう、弱音は吐かないようにしよう、そう思ってた少女の弱音。ええんや、家族には弱音を吐いてもええんやで。決して、血のつながりだけが家族じゃない。彼女たちだからこその家族の形が徐々に形作られていく。ハートフルや。頼りにしてるよ。お姉ちゃん、そんな些細な主人公のセリフ。1話の時点での彼女の口からは絶対にこぼれなかったセリフが見る側の心をじんわりとさせてくれるんだ。あかん。めっちゃいい作品やん。家族愛だけじゃなく、この作品は友情も描いてるんだ。お、キララ系ってことは、ユリ要素みたいなのもあるんか？あくまで、私の解釈では、この作品にはユリはない。ほ。キララ系らしく、男性のメインキャラは少ないんだ。メインキャラの父親くらいかな。恋愛感情に見えるようなキャラ同士の関係性もなくはないけど、あくまで、彼女たちの間にあるのは友情であり、愛情なんだ。その愛情も恋愛感情における愛やないんやな。幼馴染である恋は主人公の一番にはならないようにしてきたんだ。それは、幼馴染である主人公への思いがあるゆえに、大事だからこそ一番にはならないようにしてきた。なんか難しい話やな。でも、そんな主人公には、新しい家族ができて、親友とも言える姉もできた。だからといって幼馴染である恋との友情が変わるわけでもないんだ。なるほど。変わるものもあれば変わらないものもあるってことやな。1番や2番ではない。かけがえのない友情という名の愛情。1番なんてない友情や、家族の愛がかけがえのない関係性の描き方は話が進めば進むほど光ってくるんだ。序盤ではそのあたりがピンとこうへんけど、話が進んでくると滲み出てくる感じなんやな。ただ、このストーリー自体は本当にいいんだけど、釣り要素が微妙なんだよね。あげてから落とさんでくださいよ。一応、フライフィッシングを題材にしてて解説するシーンも多いんだけど、知識欲は満たされても、それが面白さや興味にはつながらない感じなんだ。フライフィッシングのやり方とか知識は、へーってなるけど、やりたい、みたいにはならないんか。あくまで、家族愛や友情の人間ドラマを描く上で、フライフィッシングという要素はおまけでしかない。これが別にキャンプだろうが、バイクだろうが、あんまり変わらないって感じるんだよね。フライフィッシングである、必要性をあんまり感じへんのか。デフォルメ描写や透明によるスライドショーのシーンも結構あって、予算的にはあまり豊富じゃなかったのかなとも感じるんだ。釣りのシーンの描写だったり、アニメーション的にはあまり面白いと感じるシーンは少ない。なんやろ。ある意味でキララらしいとも言えるかもしれへんな。原作者さんのインタビューがとあるサイトに載ってたんだけど、もともとはキャンプ漫画を描きたかったらしいんだ。だけど、キャンプ漫画は描けなかった。どうして？ゆるキャンが。ああ、なるほど。キャンプ漫画やとゆるキャンの2番煎じとかいろいろ言われちゃうかもしれへんな。そんなキャンプ漫画の構想を釣り漫画にしたものが原作らしいんだけど、見ててすごくわかるんだよね。キャンプのシーンもかなり多いし。あくまで釣り、フライフィッシング要素はスパイス程度で見た方がええのかもしれへんな。釣りは釣りでもフライフィッシングだけだからね。このあたりの縛りみたいなのも、フライフィッシングの要素が中途半端に感じちゃう原因かもしれない。キャラ描写やストーリーはええけど、気になるところもちらほらあるみたいな感じなんやな。個人的には、序盤は全然ピンとこなかったんだけど、3話、4話と話が進んでくると、この作品の面白さや魅力が出てくるような作品だったよ。1クールである程度ストーリーもまとめてる良さもあるんだ。原作は続いてるから、もしかしたら2期とかがあるかもしれないけど。ストーリー構成がええんやな。1話はいきなりすく水姿になったり、キャラの設定の重さとかピンとこない部分もあるから、1話切りしちゃった人もいるかもしれない。そういう人は試しに、もう少し3話くらいまで見てみると、この作品の面白さが感じられるかもしれないね。釣りは、焦らず待つのが家宝ってことやな。ではまた次回。じゃん。